皆さんこんにちは。三上正史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回ご紹介する植物はこちら。観葉植物のフィットニアです。フィットニアなんといっても特徴はこの葉の模様ですよね。この葉がですね、葉脈、葉の脈のところがしっかりと模様がかっていて、まるで網目のように見えるんですよね。なので和名では網目草という名前がついています。もう見るからに美しくてですね、僕も毎日惚れ惚れとしながら眺めております。そう、観葉植物ですので室内でじっくり鑑賞しながら楽しむことができるのでとってもおすすめなんです。今日はこちらの育て方ご紹介していきたいと思います。まず原産地なんですが、原産地はペルーやコロンビアなどの熱帯雨林に生息してるんですよ。で、周りに大きな木々が茂っている中、地面の方で低くですね、こちら草ですから低く生い茂っているのがフィットニアなんですね。でもね、とっても茂りますよ。で、なのでまず置き場所なんですが、室内で育てる上でもう窓辺に置いていただくっていうのでいいんですが、気をつけるべきは直射日光です。直射日光には当てないように気をつけてください。葉っぱが焼けやすい性質を持っているんですね。なぜかというと今言った通り、原産地では直射日光が当たる状況で生きてるわけじゃないんですよ。周りに大きな木々が生い茂ってる中、下の方で、つまり普段は優しい木漏れ日、柔らかい光で生きている植物なんですね。なので直射日光に当たってしまうと葉っぱが焼けやすい性質を持っているというところです。とはいえもちろんね、日光が全くないと生きられません。日光は好きなんです。日光は好きなんですけども、直射日光、強すぎる日光はじちし焼けちゃうよってなっちゃうので、そこはお気をつけくださいということで、室内の窓辺に置いていただきます。で、特に真夏は窓辺でもですね、結構強い日差し当たりますよね。それによって焼けてしまう恐れがあるので、レースカーテン越しのね、柔らかい光でも十分生きてくれます。そしてですね、春から秋の暖かい時期でしたら、外に置いてもらっても OK です。外に置いてもらってですね、風通しもいいですから、そちらの方がね、すくすく育ってくれます。ただし、やはり直射日光には気をつけてください。直射日光の当たらないですね、柔らかい明るい場所で育てるようにしていただければね、元気に育ってくれます。そして気温、温度なんですが、熱帯の植物ですから寒さにお気をつけください。10度を下回ってきたらですね、もし外で育てている場合は室内に取り込むようにしてください。で、室内でもですね、なるべく10度を下回らないようにしていただいた方がよりよく育つんですけども、どうしても下がってきちゃいますよね。で、特に窓辺でね、置いている場合って、日中はいいんですけども、夜間が冷え込みますよね。ですから、窓辺に置く場合、冬場はですね、発泡スチロールのこの鉢の部分だけ覆うような大きさの容器がありましたら、この鉢ごとただスポット入れるだけで OK です。それだけで結構防寒になってくれますし、この鉢の上ですね、土の上をですね、マルチングって敷き詰める形なんですが、バークチップであったりとか、ヤシの繊維などで、この鉢の上をですね、敷くだけでもね、防寒になるので、そういったこともしながらですね、冬場乗り切っていただけたらと思います。このフィットニア枯らす原因がやっぱり冬の寒さなんですよね。冬の寒さでやられちゃったってことが多いので、そこをお気をつけください。冬場も室内で日光重要ですから、日の当たる窓辺に置いていただくんですが、窓辺の日中はいいんですが、夜は冷え込むので、夜はですね、そこから移動させていただくっていうこともね、知っていただいた方がより安心かなと思います。そしてですね、本来は外で生きている植物ですから、風通しが重要でして、これどんどん茂ってくるんで、中が結構ね、密になってきて、蒸れやすくなってくるんですね、株元が。なので、風通しのいい場所に置いていただいた方がよくて、室内で置く場合もですね、春から秋の暖かい時期はですね、時折窓を開けていただいて、風を通すようにしていただけたらと思います。続いて水やりなんですが、もう熱帯雨林ですから雨がバーッと降るわけですよ。同じようにしっかり雨のようにバーッとやってください。で、やるタイミングとしては土が乾いてからやってください。ずーっと土がね、湿っている状態だと根が腐ってしまう、根腐れというのになってしまいますから、土乾く時間が大事です。熱帯雨林といえども土は乾く時間あるわけです。バーッと雨が降ってまた乾く時間があって、それでまたバーッと降る、このメリハリがあるわけですね。同じようにですね、土が乾いたのを確認して持っていただくとね、水をやった時と乾いてる時で重さ全然違いますから、軽いな、乾いてるなと思ったらたっぷりと鉢の底から流れ出るまで水をやってください。ただ流れ出た水、この鉢受け皿に溜まった水は必ず捨てるようにしてくださいね。ここに使ってるとずっと土が湿ったままになって根腐れしやすくなってしまいますので、乾く時間も重要です。やるときはたっぷりやってください。で、このやるときにこのフィットニア注意点としては、こんな風にね、密に茂るわけですよ。ですから鉢植えの場合、上からかけると横に外にね流れ落ちちゃって、大事なですね、この株元に土に水がいかないことになっちゃいますので、必ずですね、鉢植えの場合はこんな風に
手でめくっていただいて、株元に水をねしっかりやるようにしてください。そこを気をつけていただければと思います。基本は土が乾いたらたっぷりの水やりです。で、熱帯雨林の植物ですから水がとにかく好きで、最も重要なのは空中の湿度です。熱帯雨林は湿潤なんですよ。空中の湿度が高く保たれている状況ですから、日本のですね乾燥している冬の時期や夏のエアコンの使っている時期のもうこの空中の乾燥にやられやすいんです。冬場にフィットニアがやられやすいっていうのは、冬の寒さと乾燥が原因なんですね。よくあるお悩みがですね、葉がチリチリになってきちゃったというところで、土に水やってるのに葉がチリチリしてきたっていうのは、やっぱり空中の湿度が乾燥しすぎてる恐れがあります。ですからその対策として葉水ですね、簡単にできます。こういった霧吹きに水を入れていただいて、スッスッとこのようにかけていただくと、シュッシュと、これ葉の裏にもかけましょう。これね、乾燥すると出るですね、肌になどのですね、病害虫対策にもなりますから、こんな風にしっかりとですね、葉水かけてください。もう滴り落ちるぐらいたっぷりやってください。でも気づいたら随時葉水かけてください。それぐらいね、水好きです。土がずっと湿ってるとさすがに根腐れしちゃうんですけども、この空中の湿度に関してはしっかりとあった方が、ずっと年中湿度があった方が生きられる植物ですから、この葉水っていうのはね、もう気づいたらしょっちゅうかける。気づいたらかけるっていう感じ。僕らもね、冬場肌乾燥するともう痛くなるじゃないですか。ピリピリしてきますよね。同じようにだから葉がね、チリチリ乾燥してきて枯れていってしまうんですよ。これね、お気をつけください。もしありましたら加湿器です。加湿器をかけていただければですね、湿度保たれますし、僕らにもいいですからね、このフィットニアも喜びますので、加湿器ある方はぜひ使ってください。そして肥料なんですが、春と秋暖かい時期にやってください。真夏とですね、冬の寒い時期は体を休めます。あまりにも暑くて、あまりにも寒いとですね、フィットニアはね、休眠期、休む時期になるんですね。そうなると肥料をほとんど吸い上げてくれません。それなのに肥料をやったらですね、この土の中の肥料の濃度が濃く高くなってしまってですね、根っこが肥料焼けしてしまって枯れてしまう恐れが出てきますので、お気をつけください。なので、春と秋、ちょうどいいですね、20度から30度ぐらいの気温の時が最もですね、肥料をしっかり吸ってくれて元気に育ってくれる時期なので、その時に肥料をやっていただくと、よりですね、その真夏の暑さ、冬の寒さにも耐えられる力がつきますので、ぜひ肥料をやってください。肥料はですね、置くタイプの固形肥料で OK ですので、そちらをやっていただいて、で水をやるとともに溶け出して効いてくれる、緩やかに効くので感光性の肥料って言われてますが、でどんなものをやったらいいかなって悩んだら、おすすめはですね、はい、こちら観葉植物専用のボタナイスシリーズというものが出ておりまして、こちらボタナイスシリーズの置くだけ簡単錠剤肥料です。まさにですね、つぶつぶの錠剤肥料になっていて、量もですね、後ろに書いてあります。鉢のサイズに合わせて置いて、あとは水やりとともに効いてくれるというですね、観葉植物に適した肥料成分になっていて、元気に育ってくれますので、おすすめです。そしてですね、肥料成分とは別に植物って微量要素、栄養素いろいろ必要なんですよ。そういったものもやった方がですね、よりたくましく育ってくれるんですね。そういった補ってくれる成分は活力剤って言われてるんですが、いろんな活力剤売ってます。使ってほしいんですが、おすすめ悩んだらボタナイスシリーズでも出ております。ボタナイスシリーズのこちら、元気を育てる濃縮液というこちら活力剤です。肥料成分を補う形でですね、他の成分もいろいろ入っているという形です。肥料と一緒にね、こちらもやっていただけたらと思います。こちらは液体ですので、5倍に薄めていただいて使っていただければ OK です。随時こちらも併用していただくと、よりね、元気に育ってくれます。はい、このようにですね、直射日光と冬の寒さ、そして乾燥に特に気をつけていただければ、ぐん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 元気いっぱい茂っていってくれます。で、茂ってきたらですね、随時ね、形整える上でもですね、切ってください。で、春から秋の暖かい時期に切っていただいて、で、その切ったものも茎が残って節のところがあればですね、それを水につけていただいて、もしくは土に挿していただければ増やすことができます。ご自身で楽しむ範囲でしたら増やし放題ですから、ぜひですね、わんさか茂らせて随時切って増やしてみてはいかがでしょうか。で、葉っぱがね、隠れて光合成しにくくなったりだとか、あと中が蒸れてきてしまう恐れがあるんですけど、切ることによってそういったものをね、防ぐこともできるので、随時切って増やして楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、三上正史の趣味は園芸チャンネルでした。フィットにはいいなと思われた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。